かつて存在したあまりに大きすぎる古代生物をご存知だろうか。46億年の歴史を持つ地球には現在我々が想像することもできない生物が存在していた。果たしてその計り知れない大きさと凶暴性とは。はいどうも、ケンちゃんです。どうも、超巨乳生物やみやみかよ。本日ご紹介するのは超巨大な古代生物なんです。ちょっと韻踏んでます。映画のね、キングコングを見たことがある人はいると思うんですけど、人間がね、生まれる前の地球上にはあんな巨大な生物がうじゃうじゃいたそうなんですよ。約46億年前に地球に存在した古代生物。古代生物たちの驚くべき大きさとその凶暴性とは。史上最大の古代ヘビティタノボア。2009年フロリダ大学の国際科学者チームが南米コロンビア北部の炭鉱で28個体にも及ぶ生物の化石を発見したんです。その化石を解析してみると、なんとその大きさは全長14メートルにもなり、体重約 1.1 トン、胴体の最も太い部分は直径1メートルにも及ぶ全貌が浮かび上がったんです。その生物の名はティタノボアセレホネンシス。約6000から5800万年前に古代コロンビアの熱帯雨林に生息していた史上最大の古代ヘビなんです。そんなティタノボアの画像がこちら。14メートルという大きさは現在世界で最も大きいヘビと言われているアナコンダの2から3倍。なんと肉食恐竜の王者ティラノサウルスにも匹敵し、現代で言えばバス1台分に相当する大きさなんです。でけえな。その巨体から当時のコロンビア一帯の生態系の中では圧倒的王者であり、他の生物たちが恐れる存在だったと考えられているんです。そんな巨大すぎるティタノボア、一体どんなものを食していたのでしょうか。それは発掘時にティタノボアの化石の隣にあったある化石が発見されていることから判明したんです。その生物とはワニ。やはり巨大なだけあって食べる生物も大きいんです。その他にも同族であるヘビや哺乳類、鳥、カメ、魚とあらゆる動物たちを餌にしていたと考えられています。捕食の方法は長く太い体でワニを締め上げ、窒息または全身の骨などを砕き丸飲みにしたと考えられています。この大きすぎるティタノボア、ここまで巨大化した理由にはヘビならではのある性質があったんです。それが温度なんです。変温動物のヘビは現代でも赤道付近の熱帯地域に生息する種類は大型で、赤道から離れるにつれ小型化していくという性質があるんです。高気温の安定した環境にいたティタノボア、安定した温暖な気候では体温調節の必要がなく、自らのサイズを気にすることなく巨大化できたというんです。そのように進化したティタノボアは人々の間では恐竜の王ティラノサウルスと一体どちらが強いのかという議論が出るほどになったんです。しかしこのティタノボア、わずかな期間であっけなく絶滅してしまうんです。その意外すぎる理由があまりに巨大すぎたことなんです。そう、体が巨大化したことで環境変化の影響を受けやすくなり、高気温の環境が変化したせいで適応ができず200万年と短い期間で絶滅してしまったんです。その大きさゆえに最強と謳われたティタノボアですが、その大きさがあだとなり自ら絶滅の道へ進んでしまったんです。もしね、このティタノボアが生きてたらさ、なんか乗ったらこうやってこう乗れるんじゃない？めちゃくちゃこうやって。もう一回見る？続いての大きすぎる古代生物は映画キングコングのモデルになったとも言われているある生物なんです。史上最大の霊長類ギガントピテクス。名前からして巨大なギガントピテクス。このゴリラは今から約30万年から100万年前に現在の中国やインドにあたる地域に生息していたと言われているんです。霊長類最大と言われるその大きさは全長約3メートル、体重は大きいもので550キロもあったと言われているんです。その大きさは一般女性の約2倍、体重は10倍以上。これは確認されている類人猿の中では飛び抜けているサイズなんです。そんなギガントピテクスの画像がこちら。主に植物を主食としており、種などを幅広く食べる植物食の動物で、その生態はオランウータンに近く優しい性格であったという説が有力なんです。しかし一概にそうとも言えない研究結果も出てきています。同じ時代同じ地域に生息していたヒト科のホモエレクトスが肉と植物を食べる雑食性だったため、ギガントピテクスも肉を口にしていた可能性があるんです。加えて他の生物と共存することなく、常にある生物と餌の奪い合いをしていたんです。それがパンダ。かわいいな。この研究結果から見て取れるように、優しい性格ではなく凶暴で縄張り意識が強かったとも考えられているんです。
もちろんギガントピテクスの力の強さは圧倒的なものでした。現在のゴリラは体重が約 180kg を超える巨体でありながら、片手で木にぶら下がることが可能で、握力は 500kg に達すると予想されるんですが、ギガントピテクスはゴリラの3倍以上の体重があり、体長も3メートルあったんです。その筋力はゴリラを優に超える強力さを持ち、肉体的に非常に強い動物であったと考えられています。仮に優しい性格であったとしても、ギガントピテクスも野生動物なので、襲われれば反撃をすることもあったはずです。その際に振り回された太い腕の直撃を受けたとしたら、当時の捕食者たちも無事では済まなかったでしょう。また知能が高く、過去には人類の祖先なのではないかという研究報告がされたこともあったんです。そんな大きくて強く賢いギガントピテクスですが、今からおよそ10万年前、後進生の後期に突如絶滅してしまうんです。その原因はまたしてもあまりに大きすぎる体だったんです。ドイツ・テュービンゲン大学のエルベ・ボヘネス氏曰く、ギガントピテクスはその大きさゆえに大量の食料に依存していたと考えられているんです。後進生の間に多くの森林がサバンナの草原に変化したことで、果実を食べていたギガントピテクスは新しい環境で主な食料源となった草、根、葉に順応することができず、食料の供給が不十分になってしまったんです。もう少し体が小さければ生き延びることができたのではないかと言われています。その証拠にギガントピテクスに近しい動物であるオランウータンのように、特定の環境に特化しながらも生き延びた生物もいるんです。つまりギガントピテクスも体の大きさによって得られる見返りによって知らず知らずの間に絶滅への道を歩んでしまっていたんです。ですが世界的に有名なユーマであるヒマラヤ雪男のイエティやビッグフットはギガントピテクスの生き残りなのではないかという説もあるんです。イエティとビッグフットは共に巨大な類人猿のような姿をしており、その正体がギガントピテクスだとするならば目撃情報にも一致しているんです。つまり絶滅したとされているギガントピテクスが何らかの進化を遂げてユーマとして現在も生きている可能性もあるんです。いいわね、なんかキングコングの続編とか出たら私出演したいからちょっとゴリラについて勉強しとこうよ。バナナ剥いて床に置かれて発酵後10日後のバナナのヘタみたいな役。何その役、ないわよそんな役。そう踏みつけられる役じゃないですよ。次がね、いよいよ最後の古代生物なんです。この巨大生物は本日ご紹介する生物の中でも一番大きな生物なんです。史上最大の古代魚リードシクティス。1889年にイギリスのピーターバラで初めて甲骨魚リードシクティスの尾びれなどの断片的な化石が発見されたんです。しかしあまりにも断片的なものだったので正確な全長は分からずじまい、そのまま時が過ぎ約100年後の1984年、同じ場所でリードシクティスと同じ甲骨魚であるアステノコルムスの化石が発見されるんです。そして翌年の1985年、再びリードシクティスの尾びれの化石が完全な状態で発見されます。その全長はなんと3メートル。そしてこの尾びれと先に見つかったアステノコルムスの尾びれと体長の比率からリードシクティスの全長が導き出されたんです。なんとその大きさは最大で27メートル。27メートルという大きさは現代世界最大の魚と言われているジンベエザメの約2倍。身近なもので例えると9階建てのマンションに匹敵します。そんな巨大すぎる古代魚リードシクティスの画像がこちら。怖えな。研究によれば1億6500万年から1億5200万年前のジュラ紀後期の海洋に生息しており、史上最大級の甲骨魚類と言われているんです。規格外の巨体を持っているリードシクティスなんですが、何を食べていたと思いますか？実はこのリードシクティスの主食はプランクトンなんです。足りねえだろ。見た目には似合わず非常に穏やかな性格だったと言われているんです。口内には4万本もの非常に細かい歯が生えていて、これがフィルターの役割をしており、小エビ、小魚、クラゲ類などを好んで食べていたと考えられます。こっち主食にせい。化石発見時には古代の海洋捕食獣に襲われた痕跡も見られ、海洋の生活に順応したワニ類、メテオリンクスやリオプレウロドンなど他の生物からターゲットにされることも多かったと推測されているんです。そんな捕食者が多い過酷な環境の中、リードシクティスはある方法で身を守っていたんです。それが体を大きくすることだろうな。リードシクティスから武器と呼べる器官は見られず、その巨体から襲われても体のほんの一部をえぐられるぐらいで済むため、ひたすら大きくなることで身を守ったかなり極端な魚類だと言われているんです。しかしそんなリードシクティスにも突如絶滅が訪れます。その原因とは巨大化しすぎたことだろうな。もう聞いたらわかるだろうな。
絶滅した説の中で有力とされているのが、巨大な体を維持するためにはあまりにも効率が悪かった新陳代謝によるものだという説なんです。リードシクティスも身を守るために巨大になり、巨大になったことで絶滅という悲劇へつながってしまったんです。チャンネル登録と高評価よろしくね。